はい、こんにちは。山下夏実です。6月27日土曜日。今日は平塚海岸でスキムボード、サーフィン、両方楽しんでいきました。波サイズが上がるのがなかなか遅かった感じで、ただこの、短い動画の中で、大きく波サイズも変化してるんで、良ければ最後までご視聴よろしくお願いします。朝一はね、ちょっと全然予報外になかなかサイズが上がっておらず、割れてる場所も形綺麗なのはここテトラ前しかないみたいな状況で、テトラ前でのスキムしかもうほんと選択肢にできなかったぐらいなんですが、ここで一応メインは流し波でこの辺りはやってったかな。全体通して流し波がメインだったんじゃないかなというふうに思います。スキムに関して言えば波選びがやっぱ難しかったっていうのはありますが、この時間でも選んで遊べてたんじゃないかなっていうふうに思います。このライナーとかもいい感じだね。3ショービットまでこんな感じで結構メロンに乗る感じだったかな、朝一は。こういう感じのライナーですね。この辺りはずっとメロンに乗っていってて、だいたい1時間ぐらいかな、ここでやっていって、なかなかちょっと難しかったんですけどね。最初なかなか全体的に難しくて、ほんとここしかない感じで、ここでメロンにちょっと遊んでいく感じで、スキムをやってる感じでしたね。引き切り2時間前ぐらいだったかな。この時間はやっぱりここしか割れてないから、とにかくここでサイズアップを祈る感じでスキムやってたね。場合によってはサイズが上がるのが先か風が入るのが先かみたいな感じで、天気も悪くなる感じだったから、どれが一番最初にいい条件が来るかみたいな感じで、なかなか読みづらかったんですが、この辺りぐらいからちょっとずつですがサイズが上がってってましたね。ポイントを少し移動してこの辺りはサーフィン狙っていきました。サーフィンなかなかちょっと難しかったね。この時間はまだサイズが本当に少しだけ上がり始めたみたいな感じの時間で、全然波数もそこまで多くなかったし、割れてるピークもかなり一部分だったっていうのもあって、なかなか板は落としづらかったんじゃないかなっていう感じでしたね。これはレギュラー乗れたやつかな。テイクオフして結構メロンに乗っていく感じだね。ゆるくいい感じだね。こんな感じでゆるくちょっとサーフィンをやっていって、もう1本乗ったかな後で。この1本と、2本ぐらいそういったサーフィンをここで狙っていって、なかなかちょっと難しめではあったけど、特にこの時間はまだそんなにサイズもでかくなかったから、まだ浮力あるボードでメロンに乗る感じがメインだったかな。このグーフィーやっぱさっきもテトラにしがそうでしたが、ややライナー波がメインだったんですが、サーフィンもここのサーフィンもスキムもインサイドでもやっぱりややバックサイドライナー、サーフィンでいうとグーフィー側のブレイクが結構メインだったんじゃないかなっていうふうに思います。ここから少し一回スキムに戻っていきながらやっていく感じです。ちょっといろいろ狙いはね変えながらやってたんだけど、基本はこのライナーの狙いがナイスライディング、これが一番良かったかな。このラインの狙い方が一番いい。ただ毎回ギャップを超えたりとか、少し分かってはいたんだけど、こんな感じでブレイク早かったから、特にラップ側はこれとかはね結構珍しくフロントいけたやつで、最後3ショービットまでトリックでコンプリートして素晴らしいね。
これとかインサイドのコナミに合わせて流していく。ボードキャッチ悪くないね。この辺りはやっぱちょっとずつサイズが上がってきてたから、波数も全体的に増えて、スキムで狙える波は難しかったけど、サーフィンは来始めてたね。こんな感じで、ちょうど土管調ですね。一番引き切ってる感じの時間あたりです。ただちょっとここでポイントをさらに動きまして、よりスキムのショアブレイクがきつい場所に移動してきました。情報をもらってこっちもできるよということで、ここは完全なスキム並みといった感じで、ただライナーがメインだったかな。このライナーギャップ越えも素晴らしいし、決め方も完璧。ナイスライダーね。おそらくベストライドかな。ちょっと悩むところだけど、ここに来てから、すごい短時間しかできなかったんですけど、どんどん波サイズ上がってて、ものすごい短時間だったんですが、結構いいライディング出せたかな。先ほどのライナーとこのラップ、これのどっちがベストライドかっていう感じですね。かなりショアブレイクきつく切ったので、ここは、難易度高かったかなといった印象ですが、特にセット入っちゃうとなかなかいける波が少なかったんですが、セットの合間を縫えばこういうちょっときつめのショアブレイクがちょうどいい感じで、ライナーが狙っていったりとかね。これもちょっとえぐいところで回しましたけど、こういった、ラップの狙いとかができてたかな。これが多分ラストライドかな。もうこの辺りぐらいからね、もうほとんどいける波数がなくなっちゃって、サイズアップの影響で、これとかがいい感じに乗れた最後のライナーで、ここからまたポイントを先ほどのスキムとサーフィンをやった場所に戻っていって練習していく感じだね。戻りながら道中できそうな場所で波チェックもしつつ、先ほどやってた場所でサーフィンしていった感じだね。これとかは結構いい感じに乗れたやつだね。なかなかなんかサイズアップしてたんだけど、逆に波面よれてきちゃって乗れる波数が減ってたっていう風に聞きましたね。ずっとサーフィンやってた人たちから聞いたら、先ほど僕がライナー波を狙ってたインサイドのグーフィー側を狙ってる方が乗れたって言ってましたね。この辺りの時間から結構雨も、きつくなってきちゃってて、練習は一旦この辺で終わってった感じだね。難易度も高かったんで、いい練習できましたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。